厳密に言うと、1931年9月18日の満州事変以外で、勝ったことがないのが、この14年間の日本の戦争の実態です。俺の有志歴史観っていうのは、ここで広島、長崎があって、沖縄があって、東京大空襲があって、名古屋大空襲があって、大阪大空襲があって、札幌も空襲されて、岡山も空襲されて、もうむちゃくちゃみんなしんどかった。食べるもんなかった、食べるもんなかった。でも戦った、アメリカと友好門が戦ったんや、言うて、ここの歴史をまるーっと忘れて、中国には勝ったって言うて間違ったことを覚えてるやつが、次戦争するとき勝てると思う？なんで韓国人は許してくれないんだ？なんで中国人は許してくれないんだ？こんなに謝ってんのに。許すわけないやん。だってまだ殴り続けてんねんから。今日の読売新聞なんですけど、まさに俺がなぜ毎年8月になると、大人になってから、子供の時から8月はしんどかった。で、25で母親が死んで、母親が死んだという、プライベートな要素での夏が辛いっていうのが増えた。で、さらに言うと、もうね、ものすごいもう今ここに開けてるだけで嫌なんですけど、読売新聞なんですが、明日休刊日なんで、いわゆる今日は新聞はいつもラテ欄があるところが広告なんですけど、もうこれゲロ吐きそうなんですが、今日の読売新聞のラテ欄を包んでる広告です。太平洋戦争、命を懸けて戦い抜いた万感胸に過酷な戦地へ、後世に語り継ぎたい激動の記録。僕はこれをもってね、過去を美化するなということを言いたいわけではないんですよ。あるいはね、命を懸けて戦い抜いたっていうことを言うなと言ってるわけではないんですが、日本人が持っているあの戦争のイメージが戦艦大和であり、特攻隊であり、学徒出陣であり、で、そもそも戦争の故障が太平洋戦争であるというね、この傲慢さね、例えて言うと、立花隆の動画を見て、自分が政治のことを理解したと思ってる気違いを見るときみたいな恥ずかしさを感じるの、これを見たとき。立花隆とかヘライザーの動画を見て、何か新しい情報に接したと思ってしまってるような、もう田舎でしか生きていくことのできない能力が劣悪な兵庫県民を見るときの恥ずかしさを感じてしまうんです。いや、お前知らんだけやんって話で。例えばね、もっとひどいのは、これ10巻立ての DVD なんです。10巻立ての DVD で、見て、50巻あるんやけど、太平洋戦争への道つって、第1巻で終わりやねん。その後、海戦、戦線拡大、ミッドウェー、ガタルカナル、ニューギニア、南洋、インパール、フィリピン、沖縄、そして敗戦。これ、ここ1941年12月8日です。ここ1941年12月8日。ここ、1945年8月15日です。ここ、4年間。これ4年間。こうか。これ4年間。ここ、1931年の9月の18日か、満州事変。1931年9月18日から、1941年12月8日までの10年間1巻やね。で、しかもこの海戦、戦線拡大。この戦線拡大のところが、ビルマ、モールメン、ペグー、ラングーン、アマンダン、セイロン、エナンジョン、荘園ルート遮断、ラバウル、サモア、ポートモレスビー、ミッドウェー、ツラギ、アッツ・キスカ。この間ずーっと日中戦争続いてるんですよ、この裏で。で、満州事変が始まったのが9月の18日です。で、日本のが、ポツダム宣言を受諾したのが8月15日です。で、1931年の9月の18日から1945年の8月の、15日までですから、14年ですね。ということを、14年ということを、極めてわかりやすく、物差しで表現しましょうか。これ15センチの物差しです。14年ですから、こっからここまでが14年。1センチずつ刻んでいくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
こんな感じになります。で、日中戦争はどれだけ続いてたかというと、ものすごく当たり前の話をするんですが、日中戦争は、日中戦争は当たり前のようですが、ここまでずっと日中戦争です。途中で満州事変の後から北支事変までの間、2、3年の休憩はありますけれども、ずっと中国との戦闘行為はこれだけの間続いていました。そして中国との戦闘行為がうまくいかなくなったんで、最後の4年間アメリカと戦争しました。最後の4年間だけ。1、2、3、4。なので、この DVD が扱っている太平洋戦争というのは、ここまでです。対米戦争、対英米戦争というのはこんだけ。で、ここで1945年の1941年12月8日が来るわけですが、これもっと厳密に言うと3年ですからね。41年の12月8日ですから、1941年の年末ですから、厳密に言うと3年半です。14年間やってた戦争のうちの最後3年半アメリカと戦争しただけです。どんな思う？で、命を懸けて戦い抜いた万感胸に迫る過酷な戦地へ。で、戦艦大和ドーンや。で、自分ら空襲で苦労した食べるもんがなかった言うてんで。このユーキャンの読売新聞に載った DVD の広告だけじゃなくて、日本人の15年戦争に対する感覚ってそんなもんでしょ。それは加害の歴史を教えてるとか教えてないとかじゃなくて、この時間軸の話さえしてへん。ここでパールハーバーがあった、真珠湾があった、ポートモレスビーがあった、ガタルカナルがあった、ミッドウェーがあった、沖縄があった、広島長崎があった、東京大空襲があった、大阪大空襲があった、みんなが大変だった、食べるもんがなかった、わー、戦争って怖い、戦争って怖い、戦争二度としてはいけな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 いって、これ左側の人もそう言うてるわな。戦争二度としてはいけない、戦争二度としてはいけない、戦争二度としてはいけない。ここはいや。で、しかもここで、なんで真珠湾攻撃せなあかんか言うたら、中国にボコボコにしばかれた歴史だからです、これ。これ書くとどういうことかっていうと、アメリカとついでに戦争したら違いますよ。ここどういうことかっていうと、これ中国にしばかれ続けた時間です。しばかれて、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 中国に勝たれへんから、中国みたいな、中国人みたいな、過当な生き物が、なんで日本軍に勝てるか言うたら、アメリカとイギリスが応援してるからや。せやからアメリカとイギリスとしばけ言うて真珠湾攻撃やってるんです。で、しかも、共産主義嫌いやから、中国共産党に負けたという歴史を、その蒋介石としては戦争してないと思ってるでしょ。毛沢東と蒋介石に剣もほろろにされてるんですよ。具体的に言うと朱徳ですけど。朱徳と蒋介石に剣もほろろにされてるんです。で、炎症ルートって言葉が残ってるから、なんかアメリカとイギリスが蒋介石だけ応援してたみたいに思うけども、そんなことない。これはずっと言うてる話ですけども、8月やから、これ夏休み特別企画ですね。日本人はなんか知らんけど、戦争終わった後の国境内戦で、中国共産党の中華人民共和国みたいな、なんか革命政権が地方の一都市に生まれて、それがどんどん大きくなって、蒋介石の国民政府を追い出したみたいに思ってるけど、違うからね。そんなんじゃないからね。この期間の中国というのはどういうことか言ったら中華民国だったんです、確かに。中華民国の中に蒋介石の国民党っていうのがあって、中華民国の中に毛沢東の中国共産党っていうのがあって、両政党が軍隊を持ってたんです。両政党が軍隊を持っていてて、日本は等しく共産党の軍隊にも負けてるんです。なんやったら、パーロ軍、共産党の軍隊の方にもっと徹底的に負けてるんです。なんやったら、ほっといたら、国民党と共産党殺し合いの喧嘩してくれたのに、日本が調子乗って中国人なんか秒で殺せるやろって入っていった境に、仲良くなってしもてんねん。共通の敵ができたから言うて。ほんで、ウィルとか花田が情報源の田舎の近地三社のおっさんらが、蒋介石が休戦党に洗脳されたからとか言うてるけど、ちゃう。何言うてんの？
もうずーっと1938年ぐらいからパーロー軍にやられっぱなし。で、731部隊とか、なんであんな狂気なことが起こったか言ったら、負けてんの内心でボコボコにしばかれてるのは分かってるけども、レイシズムが根底にあって中国人に負けるはずがないと思ってるから731部隊なことをするわけ。負けて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 負け続けてたのが、厳密に言うと1931年9月18日の満州事変以外で勝ったことがないのがこの14年間の日本の戦争の実態です。負けのプロ。負けを認めたくないから次の手を打ち、次の手を打ち、次の手を打ち、次の手を打ちってごまかし10年やってきて、最後にニッチもサッチもいかへんから真珠湾攻撃してるんです。ほんでナポレオンとかヒットラーのロシア侵攻を見て冬将軍にやられたとか衝動作戦でやられた。うわナポレオンアホやな、ヒットラーアホやな言ってるけど、全く同じこと日本人もしてるんですよ。1941年12月真珠湾攻撃をやりますよということを決めた御前会議の前の御前会議ってのはシャンシャンですから、昭和帝がいらっしゃってシャンシャンで決めるわけですけども、僕は昭和帝の戦争責任というのは濃厚にあったと思いますから、だから昭和帝は明確に戦争を望んでましたから、昭和帝を無罪というわけではないですけれども、太平洋戦争のね、1941年12月以降アメリカと戦争しますということを大本営作戦本部、陸海軍共同で作戦を決めてアメリカとやりますということを決めて計画を杉山元帥が昭和帝にご進講に上がるわけですよ。対英米、当時は米英というやつ英米と言ったんですけども、当初は対英米戦を開始すればおそらく半年以内に決着がつくでしょうというふうに杉山元帥は昭和帝に上申するわけです。で時に昭和帝は怒るんですよね。貴様は日中戦争開始時に1年以内に決着つくと言ったではないかと。しかし10年をけみしてもまだ決着を見ておらぬ。なぜ対英米戦が半年で決着がつけると言えるのか。信は奥地が深うございまして、信の奥地が深ければ太平洋の奥地はもっと深いではないかと怒られてるんですよ。で信の奥地は深いってそうなんですよ。だってさ、南京攻略したなと思ったら蒋介石重慶に遷都するんですよ。いや超分かってんのそれどういうことか。いやなんか中国なめてない、中国をなめるなって言いたいわけではないんだけど、どういうアホなことをしたか分かってんのかな。極東の地図であります。南京はここです。南京ここ。北京ここです。南京がここで北京はここです。で重慶がここです。でこれ日本列島映ってますよね。重慶ここです。南京ここ。なんで勝てると思ったので、申し訳ないけどここ南京ね、ここ、三国志で言うたらリクソンとかがおったとこです。関寧一番乗りのあたりがここら辺ですね。でこれ重慶こっちから行くとパオンパオンの孟獲に行く時に諸葛亮が基地にしたのがここですね。でここ関寧一万乗りですとか、リクソンがおったりとか、ロシュクと諸葛亮が話し合いするのはここら辺ですね。ここら辺で徐州はこの辺ですからね。で玄安とか甲冑を劉備が手下にしたのはこの辺りです。で高孫さんとかはここら辺におったんですよね。高孫園とか高孫さんがここら辺におったんです。でここ重慶こっから先行ったら南蛮で孟獲をどう紹介したらここです。でじゃあ劉備がどこに遷都したか言ったら成都ですからここですからね。ガタルカナルがあった、サイパン陥落があった、東京大空襲、大阪大空襲、名古屋大空襲があった、広島長崎沖縄があった、大変だった、つらい、どうのこうのかの我々は苦しんだ、勇猛果敢に戦った、錦州爆撃があり、
南京陥落があり、南京大虐殺があり、重慶爆撃があり、世界初の無差別爆発である錦州爆撃と重慶爆撃があり、731部隊の毒ガスがあり、各地での虐殺行為があり、参考作戦がありの10年間を語ってないんです。ほんで中国に戦争負けてるという現実を受け入れられない田舎者がまだこれだけ大量に生きてるんです。さて問題です。この戦争終わってますかね。でもっとね、愛国者の皆さんにね申し上げたいんですけど、こんな歴史観、俺の有志歴史観っていうのは、ここで広島長崎があって、沖縄があって、東京大空襲があって、名古屋大空襲があって、大阪大空襲があって、札幌も空襲されて、岡山も空襲されて、もうむちゃくちゃみんなしんどかった、食べるもんなかった、食べるもんなかった、でも戦った、アメリカという国が戦ったんや言うて、ここの歴史をまるーっと忘れて、中国には勝ったって言うて間違ったことを覚えてるやつが、次戦争するとき勝てると思う？次戦争するとき勝てるの？そんな国が、そんなアホが。で、日の丸持って、まだお前この時の軍部みたいに日の丸持って旭日旗振って信州不滅なり言うたらまた戦争勝てると思ってんの？同じことしてもっぺん負けんちゃう？ほんでなんか知らんけど、ABCD 包囲網で日本が苦しめられたから真珠湾攻撃言うた。ABCD 包囲網、ここ ABCD 包囲網って。ABCD 包囲網できたんいつ？なんで？ここで戦争してるからやん。今のロシアが世界中から経済制裁されてるのと全く同じ理由で、日本は経済制裁されてたんです。で、アホは ABCD 包囲網があったから日本は真珠湾攻撃して立ち上がったんだ、植民地解放のためにって。その経済制裁なんで来たんや。ここで戦争してるからや。今のロシアがウクライナに侵略してるから経済制裁世界中からされてるのと一緒や。ほんで、俺がね、一番嫌なのは、猪瀬さんの昭和16年夏の敗戦というのはね、いい本ですよ。面白い本ですよ。でも昭和16年夏の敗戦、あのタイミングで日本は負けると分かっていたのにって、昭和16年ってどこやねん。昭和16年夏ってここです。このタイミングで負けんの分かってたのにって。いや、ここはいや。だから昭和16年夏の敗戦とかっていうのもすごく嫌なの、俺は。いや、猪瀬さんの昭和16年夏の敗戦はとてもいい本ですよ。とてもいい本です。みんな読むべきです。めちゃめちゃいい本です。ただ昭和16年夏の敗戦という捉え方が嫌なの。だってずっと負けてるんだもん。てか敗戦中やったの。負けてる最中に負けのツケを返すためにやろうとした戦争が対米戦です。負けてる最中に戦線拡大してなんとかならへんかなってもがき苦しんだのが真珠湾攻撃です。でね、僕はこれを考えるためにね、この戦争終わってない証拠っていうのね、例えばもう一人気違いがおったんやけど、負けたから侵略戦争って言ったら勝ったら大東亜戦争言ってたんちゃうか言うてるけど、そんなことないねんて。アメリカ見てみ、イギリス見てみ、フランス見てみ、ドイツ見てみ。第二次世界大戦の戦勝国かどうかはさておき、イタリアもそうです。で、当事者のアメリカ、イギリスでさえそうです。イラン戦争は間違いであった。あれは英米による侵略であったということを反省してるんですよ。フセインを殺したイラン戦争をね。イラク戦争ね。イラク戦争ね。イラク戦争。フセインを殺したイラク戦争をイギリスもアメリカもフランスもドイツもイタリアもスペインもポルトガルもオランダもすべてあの戦争は間違いであり、我々は侵略行為をしてしまったっていう反省をしてるんです。で、しかもみんなの予想に反して、あのトランプでさえイラク戦争は侵略戦争で間違いだった言うてるんです。で、あの戦争に兵隊を出したり、金を出したりしてる先進国の中で、国会の場において、その国の国会の場において、現在の行政のトップ、大統領や大統領、内閣総理大臣が、イラク戦争は間違いだったって一言も言うてないの。日本だけです。日本だけ。先進国と言われる国はこぞってアメリカの言うことを聞いて、あの時イラク戦争に加担しました。加担した国は、
今やトランプがそうであったから余計そうなんだけど、新たな人間が大統領になったりとか内閣総理大臣になるたびに、ところであんたのイラク戦争に対する考え方はって聞かれるのが条例化してて、あんなもん間違いでしょうって言わんとみんなからフルボッコになるっていう時代、ことが慣習化しています。G7 加盟各国でイラク戦争は間違いだと認めていない国は日本だけです。あの戦争にもし勝ってたら大東亜戦争って言ってたんちゃうか、負けたから侵略戦争って言ってたんちゃうかっていう考え方そのものが俯瞰に立ってるつもりで、ものすごく田舎もんやってことはわかる？ものすごい恥ずかしいの。だから俺は右側のやつだけではなくて左側のやつにもイラつくの。ここの戦争ばっかり言うて、戦争やってはいけない、戦争やってはいけない、特攻隊の悲劇だ、原爆の悲しさだ、沖縄戦の悲惨さだ。それはみんな悲惨で悲しくて辛いです。が、ここっていうかもっと言ったらここ、どんだけ人殺して、どんだけぐちゃぐちゃにしたきてん。うちのお父ちゃんな、隣のおっちゃんとにな、もうボッコボコにしてな、ボッコボコにされてな、もう腕も折られてな、もう腰もぐたぐたになるぐらい芝刈り倒されあって、えらいこっちゃな。なんでやねんって。うちのお父ちゃん隣の家入って台所のもん全部食べてお母さんを犯して子供殺してほいでおじいちゃんとおばあさん殺しただけやで。せやのにもかかわらず隣のおっちゃん殴り込んできて、ほんでうちのお父ちゃんボコボコにしばかってん。ひどくない？暴力絶対反対。せやけどな、うちのお父ちゃんはね、勇猛果敢にな、隣のおっちゃんと戦わはったんや。めちゃめちゃ戦わはったんやけど、向こうの隣のおっちゃんはな、なんか知らんけどな、背高うてね、体もごつうてな、だってちっちゃいのにもかかわらず、うちのお父ちゃんね、勇猛果敢に戦わって、めっちゃ勇猛果敢に戦わってんで、もうあんな絶対しばかれんの分かってんのにな、もううちの家を守るためにそうやってお父ちゃん立ち上がらはったんや。いや、なんで隣のおっさん来たんや。いや、そやからさっきから言うてるやん。うちのお父ちゃん何もしてへんねんて。隣で行って、隣の嫁はん犯して、ほんで子供殺して、おじいちゃんおばあちゃん殺して家に火つけただけやねん。そんだけしかしてへんねんね。って言うてんねん、日本人。日本人はそない言うてるんです。それはあの戦争を美しいと言うてる人だけではなくて、あの戦争は間違ってた、あの戦争を反省しなければいけないという人も含めて、日本人はみんなそう言うてんねん。で、これはね、別にね、最近の話じゃなくて、なぜそもそもこの戦争をしたのかって話なんですけど、根底にある抜きがたいレイシズムが戦争を生んでるんですよ。黒羽さんの日中15年戦争ですけど、ここで、この初めに載ってるんですが、ここ、巷の声。多くの日本国民は8月15日に天皇のラジオ放送により知らされた祖国の敗戦をアメリカないしアメリカイギリスに対する敗北と感じ理解し、中国との戦いに敗れたという認識は日本国民大多数のコモンセンスとはならなかった。多くの日本国民にとっては太平洋戦争とはハワイ攻撃、マライ半島攻撃に始まり、ミッドウェー、ガタノガル、サイパンを経て原爆投下、ソ連参戦、ポツダム宣言受諾によって終わる4年余りの戦争であって、最低限そこには1937年昭和12年7月に始まるシナ事変が含み込まれて引き継がれていることすらほとんど忘れられていた。その点では敗戦直後の日本国民の方がまだ中国に対する敗北についてより深刻な認識も持っていたと言えそうである。例えば林茂氏ら東京大学のグループは次のような街の声を終戦直後のを記している。シナや朝鮮に威張られるのが尺だから、いっそのこと子供を道連れに死んだ方がマシかもしれない。実際今日まで骨を折って働いてバカを見た。早く戦争が終わればよいと思ってきたが、こうなってみるとやっぱり死ぬまで戦ってみたかった。米英に対してはやむを得ないとしても、シナに頭を下げるなんて尺に触る。また、作家内田百軒は戦争中戦後の生活を回想した晩年の短編の中でこう記している。もう内田百軒でさ、そんな負けるような戦争を誰が始めたのだなどと言い立てて今更何の意味もない。ただ直接の相手は米軍だったとして、だから我々は米軍に負けたのであって、米軍は我々に勝った。ところが我々に勝ったのではないが、我々は負けたんじゃないかという観点で突然大きに顔になったのが大鎖国人である。目に余ったような振る舞いを20年経った今でも思い出すとか言うてるけど、嘘つけっちゅ。で、日中戦争を戦った機関兵、
河北方面出征の公兵は酒に酔うと口癖のように、パーロ軍には負けたけれどもシナには負けていないと語るという。パーロ軍に負けたけどシナには負けてないって。このパーロ軍というのは、この河北戦線に行った兵隊さんの言うてるパーロ軍というのは共産党の軍隊です。パーロ軍に負けたけどもシナには負けてない。パーロ軍どこの軍隊やねん。パーロ軍というのは首徳が率いてた毛沢東の軍隊です。毛沢東フランス人か。あんな鉢開いたフランス人おらんと思うの。いや、そんなんばっかりなんですよ。もう一度問います。あの戦争終わってますかね。終わってないんですよ。終わってないもんを反省するんじゃなくて、まず必要なのは終わってないものだと終わらせる必要があるんです。だからレイシストに中指を立てるべきなんです。だから日々戦わなきゃいけないんです。バカはまだ戦争を続けとるんです。1945年8月15日にあったのは、昭和帝によるラジオ放送だけでね、ただいまより、賢きあたりよりの言葉がございます。国民の皆様におかれましては、ご起立の上、ご拝聴願います。トゥ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 ン、トゥ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 ン。地に深く世界の体制と帝国の現状に鑑み。というラジオ放送があっただけで、戦争なんて終わってないですよ。もっと言うと、具体的に言うと、戦争という漢字2文字を使うからリアリティがないけれども、もっと言うと、我々がこの青い部分だけを認識して、この赤い部分を語らないというアティテュードで、8月になったらいろんなことを語るということを毎年毎年繰り返している限り、戦争が続いてるんではなくて、もっとプリサイスかつ厳密に言うと、加害行為が終わってないんですよ。まだ殴り続けてるの。で、それはなんでまだ続いてるか言ったら、中国の人が許してくれへんからとか、韓国の人が何も言うたかって謝罪を受けてくれへんから、自分たちがまだ殴り続けてるからですよ。まだ自分たちが殴り続けてるからそんなことが続くんです。で、なんか終わったら、陳深く世界の体制と帝国の現状に鑑み、非常の措置をもって言うてたら、もうそれで終わったと思ってるでしょ。終わってへんちゅう。何を言うてんの。自局を収集せんと欲し。ここに中領なる汝親民に次ぐ。陳は帝国政府をして、米英四蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨、通告せしめたり、そもそも帝国親民の公寧を図り。いや、全部暗記してるのって日本人やったら暗記してるのは当たり前やと思うけどね。愛国者と語るんであれば、陛下の体直の間髪を全部覚えてるのは当然やと思いますけどね。なんで韓国人は許してくれないんだ。なんで中国人は許してくれないんだ。こんなに謝ってんのに。許すわけないやん。だってまだ殴り続けてんねんから。まだ殴り続けてんねん。なあ、ちょっと冷静に考えてみ。なあ、まあアホが一人旧敵国条項、旧極敵国条項言うてるから、あれやけど、これ、さ、あの戦争をここでしか語ってへん奴ら、ここでしか語っとらへんって見てさ、旧敵国条項外してもらえると思う？無理でしょ、そんなん。外してもらえるはずない。旧敵国条項って何であるか知ってますか？ご存知ないと思いますけども、あの戦争に勝ったチームね、連合国側はどう思ってるか言うたら、1930年代中頃から10年、15年にわたって起こった世界中の戦争というのは、日独伊三国のファシズムが起こした戦争であって、対ファシズム戦争で勝った国が国際秩序を作らなきゃいけないって言ってできたのが国際連合です。ユナイテッドネーションズです。で、国連はあらゆるファシズムと戦うという前提があるから、旧敵国条項っていうのがあるんです。それが大義名分です。アンティファシズムが原因です。だから、常任理事国であるロシアは、自分でウクライナに侵略しておきながら自分の侵略行為を、今のね、2020年代のこの侵略行為を正当化するのに、あいつらの大義名分は、ウクライナ国内にあるナチズム勢力を一掃するというのがあいつらの大義名分です。
いや、それはもう大義名分のすり替えで調子乗んなよ、プーチンって言うてるけども、決めんやないか。でもロシアはそれで説得力があると思うぐらい、国連というのはアンティファシズム組織なんです。で、それは侵略行為をしてるかどうかではないです。ファシズムそのものがダメだと言ってる。国際秩序を破ることがどうたらこうたらこうたらではなくて、ファシズムであることがダメだと言われてるんですよ。斉藤さん選挙に勝ってんから何したかって OK やん言うてる国から敵国条項を外してもらえますかね。でもそういうことやねんって、ほんまに。いや、お前らまだ練習足りてへんよねって言われてんねん。敵国条項なんか外れるはずなんや。しかし敵国条項があるということは、明治期の不平等条約を小村寿太郎とかが一生懸命頑張って回復したように、陸奥宗光、小村寿太郎がやったように、何十年とかけて敵国条項を外してもらわなあきません。外してもらうために何せなあかんねん。真の独立国家になってね、我が国が民族自決、自国民で、民族っていう言葉はよろしくないね。自国民で自国民の意思だけで自国の将来を決めるという時代が来なければいけません。日本はまだ半分占領されているような状態です。これは嫌です。恥ずかしいです。誇りを持つためには独立を果たさなければいけません。しかし独立を果たすためには何しなきゃいけないのよ。あの戦争に対する痛烈な反省と、そして反省よりも何よりもその前に再発防止をしなきゃいけないでしょ。旧敵国条項なんてものはもう完全に空文化してるんだから外してくださいと最後に言わなきゃいけないわけ。じゃあ空文化させなきゃいけないわけ。我が国には1920年代30年代に我が国が見せたような要素が一切ございませんということを立証しなきゃいけないわけですよ。で、そのために何が必要なの？二つです。我が国が国連加盟国190カ国と宣戦布告して、すべての190カ国にボコボコに勝つ。敵国条項離れるでしょう。あともう一つは、我が国は1920年代、30年代に我が国が見せたようなファシズムの目というのはもうございませんということを立証することです。このどっちかです。前者選びたい。てか前者いけると思う？いや、もう現実的に後者しかないんですよ。まあでも安岡正弘が起案に参画したと言われてるけれどもね、まあその大直間髪あらせられて我々は陛下の大直を廃し奉って終戦を受け入れたけれども敗戦を受け入れていないわけですよ。でそれはなぜかというと、これは昭和帝のお言葉の中にすでにもうあったわけです。しかれども陳自分の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平を開かんと欲す。一番有名な箇所ですけどね。でこれものすごく傲慢なこと言うてるの分かります？でここでね、陳が耐え難きを耐え忍び難きを忍び言うてるんですけど、陳の戦争責任問えないんですよ。陳耐え難きを耐え忍び難きを忍び言うてるやん。いや、だからさっきこのイラク戦争の話をしたんですよ。なんか知らんけど、田舎で人生やり損ねた近地三者が俺の配信見てるけども、ついてこられへんかったらついてこられません。ごめんなさい。僕アホでしたって言うたら人生楽ですよ。決してそんなことないということを我々の同盟国が言うてるわけですよ。戦争は正義で、負けたことが不正義としか言えねえだろう。そんなことないでしょうよ。勝ったイラク戦争不正義やったってアメリカもイギリスも言うてるやないですか。何を言うてんの？まあ、そんなんやから人生成功せえへんねんお前。能力低いから。勝った戦争反省しとんねん。間違いやった、不正義やった、侵略行為やった言うて。強い国とはそういう国です。勝った戦争のことを自分たちが勝った戦争は不正義やった言うてるアメリカという同盟国がいながら、ようこんなこと言えるね。そもそも一番最初の大統領選挙でトランプが共和党の連中を蹴落としたのは、共和党の支持者の中でもイラク戦争は間違いだったっていう声があったのに、一部の田舎の共和党の支持者にけしかけられた田舎の共和党の候補者が、口が裂けてもイラク戦争は間違いだったって言えないところ、トランプは「いや間違いだったでしょ」
っていうとこで根性を認められて勝ってんやで、あいつ。無理ですから。あなたは。能力が足らなさすぎるんです。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。